三五、一、二、三、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 五、一、三、五と、気持ちのいい朝じゃ。さてと。7時か。壊れ物の直しはありませんか？コウモリ傘、ミシン、カメラ、時計、その他機械物なら何でも直します。壊れ物の直しはありませんか？時計、その他何でも直します。いい味だわ。さあ、スープも煮立ったしと。あ、パパ、ムーミン今朝遅いですね。パパ、何か変わったニュースでも出てます？パパ。いやいや、別に変わったことはないがね。隣村で昨日は結婚式が一つあったそうだ。ああ、それはおめでたいことですね。日の出が5時で日の入りが6時。だんだん日が短くなってきたんだな。パパ、ママ、大変だ。パパ、とっても変なんだ。なんですか、ムーミン。朝からそんなに慌てて。ママ、落ち着けって言ったって無理だよ。僕の持ってる本の字がみんな消えちゃったんだよ。まあまあ、ムーミンまた悪い夢でも見たんでしょう。いたずらが過ぎるぞ。嘘じゃないってば。ほら。ねえ、ほら、ほら。本ばかりじゃないんだよ。僕の部屋にあるカレンダーの日付もゲームの数字も字はみんな消えてるんだよ。パパたちの本も早く調べてみた方がいいよ。しかし今私は新聞を読んでいたんだぞ。あら、どういうことかしらね、これ。ねえ、パパ、ママ、本当でしょ？君のところもそうだったの？それのお兄様のご本やノートも全部消えちゃってるの。もう大変。わあ、なんていうことですか、これは一体。伝統ある我がスノー県にしてあるカゴの文献もベートーベンの楽譜もバッハもみんな真っ白けののっぺらぼうじゃ。これもじゃありませんか。もうダメだ。これは神のたたりに違いないぞ。困ったなあ。まさか神様がそんな。いや、絶対に間違いない。この不思議な異変が神のたたりでなくて何と言えましょうぞ。恐ろしいことだ。これは確か去年の春に出たんだが、いくらだったんだろう。文字も数字も消えちゃってるんだから、もう何が何だかさっぱりわからんわ。おむれさん、僕たちもどうしたらいいかわからないの。どうすればいいんじゃ。みー、なんだこっち来なさい。痛いじゃん、離して。あんたでしょ。ほら、どうしてこんないたずらするの？ほらららら。みーのせいじゃないよ。それに三村姉さんの日記だけじゃないんだ。村中の字が消えちゃったらしいんだよ。そうなのよ、三村姉さん。まあ、一体どういうことなのかしら。僕たちみんなのところ回って調べてるんだけどわからないんだ。本当に誰のいたずらなのかしら。何しろ村中の字をいっぺんに消しちゃったんだもんね。ねえねえ、その犯人ってどうやって字を消したのかしら。きっと消しゴム使ったとみよう思うんだけど、村中の文字を全部消すために100個ぐらいかしら、1000個ぐらいかしら。やっぱりお兄様の言ってたように神様のたたりだわ、きっと。とにかくもう少し調べてみよう。これ以上字を消されないためには。そうだ、村中の消しゴム隠してしまえばいいんだわ。いよいよ面白くなってきたわ。どうぞ何すんのよ。無駄じゃ字を書いてない本を読むなんてこんな無駄な話じゃないわい。何をみんな八つ当たりしちゃって。怒るのも無駄。
んな不思議な事件はわしが就任してから後にも先にも初めてじゃ。誰か犯人の姿でも見かけた者がいればだが、まるで手がかりがないとは。困った。私たちから文字が消えては羽をもがれた鳥も同然。さよう、今や我々の生活はめったくたくた、言うなれば崩壊寸前ですぞ。本当に恐ろしいことですわ。どうすればいいんでしょう。わしはもう気が狂いそうじゃって。ムーミン、だいぶ落ち着かないようだね。だって本読むことも数字遊びもゲームも何もできないんだもん。どうだい？それじゃあここで一緒に釣りでもしたら。そんなのんきなこと言ってられないよ。しかし焦ってみても仕方がないさ。だからみんなイライラしてるのさ。うん。確かに大変な事件だけど、そのためにみんなの気持ちがすさんでしまうことの方がもっと恐ろしいことだよ。そうかもしれないけどしょうがないよ。そうかな。じゃあ何かいい方法があるっていうの？どうだねムーミン、この美しいメロディーは心の慰めにならないかね。そうだ、いいこと思いついたぞ。いい音楽を聴くことができる。でもミーたちにはごちそうの方がいいみたいだね。そうらしい。メソ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 、どこ行ったの？やあスナフキン。どうだい？みんなも楽しんでるかい？ほらスナフキンのおかげだよ。それじゃあ僕も仲間に入れてもらおうかね。みんな喜ぶよきっと。どうしたのノンノン？ピアノがならないのよ。私の由緒あるバイオリンもならないに。わしのホルモじゃよ。一体どうしたんだろう。おかしいですわね、楽器が鳴らないなんて。よく手入れをしなかったんじゃないかね。いやいや、そうではないようです。どうやら字の次は音が消されてしまったんです。どうです？なんということじゃ。まったくもってまったくじゃ。ママおはよう。もうお昼前ですよ。ずいぶんお寝ぼね。だっていつもなら小鳥の声で目が覚めるんだけど。ママなんだか焦げ臭いみたい。大変だ。お鍋火にかけたままでパパどうしたんだろうな。ムーミン、早く来て。大変だママ、早く外へ放り出さなくちゃ。そうね。
あ音楽だけが芸術ではないのだけど君は何だ。でもあれなんてあれやったってよっ助けて人が空を飛んでおる。これは新種の蝶々じゃ。それはわしのヒゲじゃよ。まるで無駄じゃよ。所長、なんとか打つではないんですか。ないんですかってもうまったくだよ。これじゃおちょって生活もできんじゃないですか。まあ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 。そんなのんきにしている場合じゃないでしょ。そうですよ、所長。まあまあ皆さん、わしとしてもなんとか解決方法を見出そうと本部にも問い合わせてみたんじゃ。せっかくの返事もこの始末なんじゃよ。でこうやってひょっとかすると。何ですかな、スノーク君。いや、ひょっとか。コウモリ型ミシン時計の修理はいかがですか。どんな壊れ物でも直しますよ。あら、いないのかしら。おかしいわね。とにかく入ってみましょうよ。ね。何してんのよ、ムーミン、そんなとこで。あら、シャボン玉で遊んでるの？だってこれぐらいしかできないじゃないか。呆れたわね、ムーミンったら。そうよね。ねえ、ムーミン、今はそんなことをしてる時じゃないのよ。そうよ。ああ。お兄様が言ってたんだけどね、今度は私たちの言葉が消える番なんですって。このまま行けば私たち話すこともできないのよ。そんなバカな。だからあんた遅れてるって言うのよ。もうみんな広場に集まって会話の練習をしてるっていうのに。はあ、一体僕たちどうすればいいんだろう。なるほど。つまりあなたのおっしゃったことは私が親切な青年であるよなということでしたね。あなたは冗談がお上手だわねって言ったんですわ。はあ？いや、すまんがもう一度やってみてくれんか。いいですか、よく見ててください。カメラ、時計、その他何でも直しますよ。ムーミンとお話ができなくなるなんて辛いわ。僕もだよ、のんのん。だから広場行ってみんなと一緒に練習するんじゃない。行くの行かないのどっちなのよ。おや、変だぞ。なんか聞こえない？そういえば。ほどシャボン玉の石鹸水がこぼれてるわ。なんだろう、この音。何が聞こえるの？地下室の物置だ。気をつけてね、ムーミン。大丈夫だよ。まあ、シャボン玉きれいね。一体ここに誰がいるんだろう。あそこだ。どれどれ。まあ、時計じゃない。でもずいぶん古臭い時計ね。ほんと、ガラクタよ。そうだ。僕が小さい頃今にかかっていた大時計だよ。僕はこれで時計の見方を覚えた。数字の数え方もこの時計に習ったんだ。僕だってネジを巻いたり油を刺してあげたんだ。そうなの。でも変ね。この時計は昔からシャボン玉を吹いたの？そんなことないけど。あ、さっきこぼした石鹸水だ。おかしいな。なぜシャボン玉なんか吹いてるの？ちょっと見てよ。ほらほら。ねえねえ、ほら、火が出てくるのよ。ほら、ペチャッと。本当だ。あれ？これはさっき開いたドアの音だよ。本当だわ。まあ、これは夕べ弾いたピアノの曲だわ。あら、そう。ちょっとこれ貸して。あら、何すんの？どうするの？もしかするとこの時計が村中の文字や音を飲み込んでいたのかもしれないよ。あ、そっか。本当かしら。
一体どうしたことだろう。はたまたこれはまた変故ちょりんな予感が。何が何だかさっぱりわからん。本当になんてことでしょう。悪い知らせでなければいいんですけどもね。しかし何か聞こえるようじゃパパ早くみんなでシャボン玉割るんだよ。そうよ。これが消えた字や音の塊なのよ。字や音の塊。なんですと君たち、でたらめったらもうほどほどに。あれはまさしく私のバイオリンの音色。さすがですな、私のバイオリンは。いいな、いいな。一つやってみよこれはノコギリの音。このシャボン玉、シャボン。どんどん割るんだ。字や音を取りこの時計を焼き捨てるの？さよう、さもなくば叩き壊してバランバランにしてしまうのです。どうしてなの？う。何しろこれだけの騒ぎを起こした重罪犯人だからな。やだよそんなの。だって僕には思い出の時計なんだ。それなのに物置に閉じ込めてすっかり忘れてたから時計が起こったんだ。悪いのは僕たちだよ。確かにそうだ。だがみんなの幸せのためには仕方がないんだよ、ムーミン。そうですぞ、ムーミン。ムーミン、我がムーミン谷で決めた規則は規則ですぞ。そうですよ。あんな騒ぎはもうたくさんですわ。ママ。みんなの言うことを聞ける子がいい子なんですよ、ムーミン。そうですよ。それじゃあお願いだから少しだけ待って。どうするんだね、ムーミン。この時計を直すの。そうすればもうあんなことしないと思うよ。なるほど。そういうんならそれもいいだろう。ありがとうパパ、所長さん。がただし今日の夕方までですぞ。もちろん約束するよ。やっぱり無理だよこれは。せっかくだったけど役に立たなくてごめんよ。仕方ないもん。ムーミン、君は何を持ってきたんだい？あ、これはこれは秘密さ。スナフキン重い？そうでもないさ。こうしておけば大丈夫だろう。とってもいいところだ。君ってやつは。パパたちが心配してるから帰ろう。ああ、そうだね。
僕は決して忘れないよ、あの頃のこと。君だって覚えてるだろう？もうさあ寝るとしようか。時計が止まってる。じゃあ僕がネジ巻いてあげる。おはよう、パパ、ママ。随分と遅いのね、ムーミンは。パパは庭の芝刈りですよ。早いんだな。あ、いけない。のんのんと泳ぎに行く時間だ。ムーミン、お食事したからよ。だいたいムーミンはひどいわよ。のんのんばっかりに親切にしちゃってさ。ほんとそんなことないよ。サチはミーだっておぶってあげたじゃないか。そうよ、ミー。もうおぶってくれ何よ。ゲンゲムシ。おやつの時間ですよ。寒くないかい、ムーミン？うん、少しね。もうすぐ冬だからな。そうか。秋はもう終わりなんだね。ねえ、砂付近、なんか聞こえない？ん？いや、ただの木枯らしさ。諸君、ムーミン谷に大地震があった直後、ヘムル所長が血相を変えて飛び込んできました。お寂し山でおかしな骨を見つけたというのです。駆けつけた村人一同、何の骨かをめぐってケンケンガクガク。その時、ペガサスだと言って叫んだのはヘムレンさんです。一同びっくり仰天。ペガサス、それは伝説の馬の名前なんです。では来週のムーミン、羽ばたけペガサス、ぜひね。パッパ。詩を書いたことがありますかな？ない？そう、詩というのはね、自分の思ったこと、感じたことを短い言葉にして書くんです。ある日私、小さな船に詩を書いて海へ流しました。すると不思議なことに、消えないインクで書いた言葉が消え、代わりにバラの花がくっついて戻ってきました。ムーミンやノンノンたちはバラの花が欲しくなって詩の勉強を始めました。では来週のムーミン、アリオンの盾こと、ぜひね。パッパ。